夢日記、アシカとシャチ。気がつくと、玄関の小上がりに四つん這いになり、ブロワーを使ってホコリを吹き飛ばしていた。ブロワーといっても、落ち葉を吹き飛ばせるような機械式のものではなく、手で風船部分を握って空気を押し出すタイプのブロワーを使っていた。しかし、当然ながら、ブロワーでは、ホコリが舞い上がるばかりでほとんどきれいにならず、ほうきのように一箇所にまとめるのも困難だった。それでも、無心でブロワーを何度も握って、ホコリを飛ばしていると、床に落ちている、折り目が一つもない真っ白な、一枚のコピー用紙が目に入った。その瞬間、自分は無性に、この紙の角と、小上がりと今の境目にある角を、合わせたくなってしまった。ブロワーを、下から拭いたり、横から拭いたりして、上手に紙を移動させながら、目的の地点へ近づくと、そこは、むちゃくちゃホコリまみれで、汚れていて、この綺麗なコピー用紙を、この汚れた角に合わせるのは、気持ち的に嫌な感じがした。そこで、紙を移動させるのは一時中断して、先にこの角を掃除することにした。すると、自分はいつの間にか、重曹の入った容器を持っていて、床の汚れている部分に向けて、重曹が山になるぐらいに大量にぶちまけた。そして、うどんやそばをこねる感じで、手で重曹をこね回していると、みるみる重曹が汚れを吸着して、茶色くなっていき、床はきれいになっていった。しかし、大量にぶちまけてしまった。この重曹をどうやって処理したものかと考えていると、ちょうどよく床に単行本サイズぐらいのひび割れがあったので、その中に重曹をどんどん書き入れていった。すると、床が上下に波打ち出して、なんだと思って床を見てみると、ひび割れの下に数匹の亀が動いているのが見えた。亀が重曹を嫌がって動いてるせいか、と謎の納得の仕方をして、残りの重曹もすべてひび割れの中に入れてしまうと、さらに大きく床が波打ち出した。座っていても転んでしまうレベルの揺れで、このままだと、怪我をしてしまうと思い、安全な場所まで避難した。遠くから波打つ床を見ていると、さらに波の強さは強くなり、ドスンという音とともに、一段と大きく波打って、床の下から大人の男性ぐらいのサイズのアシカとシャチが同時に出てきて、波は静かになった。自分が驚いて目を丸くしていると、どこからやってきたのか、ロシア人っぽい環境活動家がやってきて、アシカを鞭で叩いて、自分の方へ行くように誘導しながら、何かを叫んでいた。何を言っているのかは全くわからなかったが、ジェスチャーと雰囲気で、育てろ、と言っているような気がした。アシカはすでに自分の目の前まで来ていて、可愛さを感じるより、噛まれないか心配で怖かった。でも、アシカとシャチなんて、どうやったって飼えるわけがないので、水族館に連絡して引き取ってもらおうと思い、ロシア人がシャチに気を取られてる隙を見て、今まで走って、大洗水族館に電話をしようとしたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。